なぜかというと、こうやって雨が降りますね。雨が降るとこの時間の葉っぱに雨がつきますね。雨が止むと葉っぱについた水はそのまま蒸発してしまいます。地面に到達する水はこの樹幹の下と樹幹の外ではですね、こちらの樹幹の外の方が多いんですね。地面に到達するんです。小さい育っている過程の若い時はですね、こういうところに細い根がたくさんあったわけですね。でどんどん成長する過程で外へ外へとこう伸びていくわけですね。こういうところにもちろん細い根もまだ残ってますから、こういうところはどんどん水を吸い上げます。前回お話ししたように葉っぱからどんどん蒸散させるために根はものすごく水を吸うわけですね。そうすると吸ったところは水がなくなります。そうすると根はですね、水を吸うためには、ね、ここの下は水が少ないですから、ね、こちらの方がたくさん雨が降りますね。この下にずっと傷んではすぐ水を吸えなくなってしまいます。ですから外へとこう根を広げていくわけですね。だけど毎年この赤い部分はですね、外へと広がっていきます。ですからはですね、ものすごく遠くへ広がることがあります。日本のようにあんまり乾いた季節が少ない、地域ではそんなに、根は遠くまで広がることはないですが、例えばヨーロッパは夏はものすごく乾燥しますね。そういうところではですね、根がここから40メーターも伸びていって、でレンガの塀を壊したという話を聞いたことがあります。この話は私の友人のドイツ人のマテックさんから聞いた話なんですが、40メーターも離れたところでレンガの塀を根が壊してしまった、ということですね。到達しただけだったら根はレンガの塀は壊れませんね。そこで成長圧力といって根がどんどんこう伸びてぶつかってさらに伸び落とす、そういう圧力でもってレンガの塀が壊れるわけですね。成長圧力によって、舗装が持ち上げられたりもするわけですね。でさらに10メーター以上伸びたかもしれない。そうするともし片側で50メーター反対側にも50メーター伸びてたとしたら、根の範囲は直径100メーターにもなると、それぐらい乾燥した条件のところではですね、根はものすごい遠くまで広がって水分を吸収しようとするわけですね。それぐらい根は猛烈に努力して水を吸い上げます。そうでないとこの樹幹で、光合成に必要な十分な水を集めることができないわけですね。